それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは年下さんとの恋の行方について見ていきます。よろしくお願いします。まずはカラーカードを使って今現在のお互いのコンディション状況を見ていこうと思います。あとルノルマンカードを合わせて見ていきます。画面左側があなた、右側がお相手、見ていきましょう。はい、ルノルマンも足していきます。あなたの方がスカーレット、黄色、成功を引き寄せる。お相手の方がピーチ、生命の息吹、みずみずしさ、温かさを感じます。あなたの方が優雅なイメージ。はい、このルノルマンを足して見ていきます。お互いの関係性、状況、コンディションっていうところを見ていくんですが、そうですね、お仕事関係のお二人の中っていうのも感じますし、お相手すごく今の状況、コンディションいいですね。豊かさを表す魚のカードが出ていますし、今この自分の生きやすいように豊かに流れるように動かれているのかなっていうのも感じます。新しい目標に向かって頑張ってるとか、仕事、生き方、趣味、今生きがいを持ってやられているんじゃないかなっていうのも感じます。経済的な豊かさも表す魚のカードなので、余裕がある状況なのかな、状態なのかなとも思います。はい、コンディション、エネルギーとしてもいいですね。可愛らしい方なんじゃないかなと思います。健康的と言いますか、健康状態がいいのではないかっていうのも感じますし、疲れていたとしてもリラックス状態に今入っていくところなので、その疲れは回復していくっていうのも表しています。あなたの方はうまくいきたい、このお相手と仲を深めたいとか、良いお付き合いをしていきたいとか、そうですね、引き寄せのカードが入っていますから、なんとかね、今自分が恋愛成就に向けて頑張りたいんだっていうお気持ち、そしてお相手を信じているよっていうのも入ってきていますね。最近、このお相手とうまくいっているよっていう方もいるでしょうし、なかなかうまくいかないんだっていう風にね、悩んでいる方、もしくは今年下さんとの恋愛で見ているので、年の差について考えていたり、自分の状況について悲観的に考えている方もいるかもしれない。だからこそ現状打破のためにそれを抜けていきたい、今の状況や自分の悩みから抜けていきたいっていうような思いもあると思います。あなたの方から固い意志っていうのを感じますから、このお相手とね、うまくいきたいんだっていう強い願いのようなエネルギーを感じます。お相手すごく穏やかっていうの感じがしますから、ではこの後ね、お相手があなたのことをどう思っているのかなっていうのをもらっていこうと思います。ここケルト十字出していきますので、少しカードを寄せて見ていきます。では、早速クリムトタロットからお相手が今あなたにどんなお気持ちを向けているのか見ていきましょう。交際しているよっていう方もいるかもしれないし、片思いですっていう方もいるかもしれません。総合的に見てお相手が今あなたに向けているお気持ち見ていきます。このカラーカードで見ていくと、今の状況、あなたが思っているよりも悪くないんじゃないかなと思うし、そうですね、片思いの方が多いんじゃないかなとも思います。ではお相手のお気持ち見ていきます。はい、それではお相手のお気持ちっていうところを見ていきましょう。すごくいい状態なのではないかなと思います。今現在もそうですし、そうですね、あなたとの関係性が成り立っているよっていうのがお相手の方から出てきていますから、浅い関係性というより
お二人の関係性ってもともとあるのかなって思います。仕事だったりお友達だったり、出会いから今現在に至っている今までの関係性っていうのが出てきています。そしてこちらのカードですね、ジャッジメントのカードが入っていますから、一部の方ではね、一回疎遠になってしまったんだけどまた最近近づいたとか、喧嘩してしまったんだけど仲直りしたとか、仲直りへ向けて考えていたりとか、お相手の方で何かね、もう一度いい関係性になっていきたいなっていうのが強く出てきています。ジャッジメントは再会復縁とかを表している他にも、連絡するとか、自分の中でいい結果、より良いものにしていきたい、今までよりもいい関係にしていきたいっていうのが出てきてるんじゃないかなと思うんですね。ただしここの立場的なところを見ていくと、つなり人のカードが入ってるから、いい関係にしていきたいんだけどっていうのが出てるのかなとは思います。だけどっていう何かがあるみたいなね、出てるんじゃないかな。過去のこととか今までの流れを見ていても、あなたと一緒に過ごした日々が楽しかったし、自分からもお相手ね、アタックしていったとか動いたことがあるんじゃないかなと思うんですよ。仲良く過ごしてきた、最近になって見直しをかけている状況、もっとより良いものにしていきたいっていうふうに思っている、だけど動けていないとか、何かがあるみたいなことを考えているんですね。でこの方の心の声見ていくと、ラバーズ入っています。あなたにときめいていたり、もっとコミュニケーションを交わしたり触れ合っていたいっていうのが純粋にここ現れています。なので好印象を抱いていると思うんですね。問題はこれから先っていうところを見ていくと、迷いや、これからの関係性についてっていうところで揺れるかなっていうのはあります。警戒していたり、これからいい関係性になっていきたいんだけど、じゃあどうすればいいのかなっていうところで立ち止まったり、周りのことを考えたりとか、何かしらのうまくいかない原因っていうのがあります。これはこの人の気持ちではなくて、そしてあなたのお気持ちでもなくて、だとしたら外部の状況に入ってるんじゃないかなって思うんですね。ポイントとなるのは正義のカード、そしてあなたのところに太陽のカードが出てるんですね。だからあなたがこのお相手にとってとても輝いている存在、自分の心の明かりになるような存在なんですよね。あなたもお相手も信頼を置いている間柄なんじゃないかと思うんです。あなたの方でもやっぱり成功を引き寄せたい、お相手と仲を育んでいく確かなものが欲しいっていう思いが強く出ているし、お相手にも届いている。お相手もあなたのことを存在ちゃんと感じてくださってますし、ここはね、好きだっていう風に見てもいいんじゃないかと思うんですね。気になるのはこの後ですね、どう判断するのかっていうところで、周りっていうのが少し入ってくるかなと思います。2人の関係性を正式に交際していくのであれば、周りの誰かとか環境を整える必要があるねとか、誰かにお話をする必要があるんじゃないかとかね、そのあたりまだ具体的な案っていうのがこの人の中で出てきていないかもしれない。だから今考えているっていうのがあります。これから具体的などう動くかとかね、そういうところまでしっかりと考えていくんじゃないかなと思うんですけど、ポイントとなるのはこの好きなお相手とあなたのバランスがちょうど取れているかとか、お二人と周りの環境のバランスがうまく整うかとか、どこかで不平等さ、均衡が取れなくなるようなことがあるのかないのかっていうのをこの人は一番気にしているし、悩んでいますね。あれこれいろいろと悩んでいて、まだ答えが見つかってはいない。どうやってあなたとの仲を育んでいくのか、自分の心の声に従ってより良い関係性を紡いでいくとするんだったらっていうことで、多少強引に物事を動かしても構わないかなっていうふうに思っているお相手もいるかもしれないし、逆に守りの体制に入る道を選ぶのか、今ちょうど悩んでるよっていうのが出てきていますね。どうでしょう。正義のカードが入ってるから、2人の関係性ってそうですね、なんか公に見て平等性が取れてるのかとか、公正なものなのかどうかっていうのがここね、ポイント入っています。他のカードを見ていても、立場的なものっていうのはあまり感じないんですけど、
ただそのお相手が思っている通りに動けていない現状っていうのが出てきています。これね、何が現状あるのかなっていうことで、動けていない理由ね、お相手のところでルノルマンで補足もらっていきましょう。じゃあお相手ってどう動いてくるのかなっていうところに対しても、どんな動きを出すのか、ここもルノルマンでもらっていこう。まずお相手がなかなか動けていないっていうところ、なぜ？深掘りです。なぜか自分の方に問題があるっていうのがあります。どんな問題っていうところでもう1枚もらっていきます。自分の中で終わらせなければいけない環境、物事、関係性があるというふうに出てきていますね。そしてジャッジメントっていうのも意識的に考えていることがあるので、何かを終わらせたことに対してまた再チャレンジするんだったら、あなたとの仲を修復するっていうことですね。もしくはあなたとの仲を発展させていくのであれば、自分の中の環境を整理する必要があるなっていうのはあります。少し忍耐のカードも入っているので、自分自身の中で葛藤していたり、この人の中で片付けなければいけないことがあるんだと思います。終わらせなければいけないとか、自分の中に背負っているものがあります。それは仕事かもしれないし、この人の生活環境かもしれない。これは自分に一生ついて回るものなんだっていうふうにこの人自身が思っていることかもしれないですよね。何かを背負っていて、これを背負い続けながらあなたとの関係性をね、発展させていこうかっていうところに今いるんじゃないかなと思いますね。あなたではない、原因は自分の中にあると。自分の環境、もしくは自分自身の中で何か整理しなければいけないものがあるとか、終わらせて次へ行かなきゃっていうふうに思っている、意識しているところがあるんじゃないかっていうのが出てきました。それはより良い自分の未来をつかみ取っていくためのものになるでしょう。ではこの後ね、お相手の動きとしてどんな動きを出していくのか、あなたに対してどんなアプローチをしてくるのかっていうのを深掘り1枚もらっていきます。最後ソードの7番でここ出てるんですけど、どんなやり方でっていうのが出てくると、木のカードが出てきています。ここはあなたとゆっくりと落ち着いた関係性を育んでいくっていうのが出てる。安定とか信頼を表す木のカード、一部では健康状態も表しているので、あなたもしくはお相手に健康状態、何か問題があれば、しかしお相手の方ではこれから回復するっていうのが出てくるから、もし仮にお相手の体調面で気になることがあれば、そこは回復していくでしょう。そしてあなたとどんな風に付き合っていくのか見ると、関係性育んでいくよ、これからも信頼関係築いていくっていうのが出てきています。今以上に豊かなものにしていきたい、成長させていきたいっていうのがあります。基盤を整えたいっていうこともそうかもしれないですね。関係性を改善していくっていう現状とかも出ているので、苦しいことを自分の中で抱えているものあるけれども、でもあなたとの仲はこれからも育んでいきたいっていうね、お相手のお心が出ています。ソードの7番なので、そうですね、世間一般的には人によってはね、見方によっては違うかもしれないって思われるようなことをするかもしれないけど、でもどうしても自分はあなたとの仲を、信頼関係をね、勝ち取っていきたいんだっていう思いがお相手の中では強いんじゃないかなと思います。はい、ここまでもらっていったので、最後お相手からのあなたに対するメッセージ、そして好転アドバイスもらっていきましょう。ではこちらのオラクルカードからお相手があなたに今伝えたいこととして1枚、そしてあなたが今どんなことをしていけばお相手ともっと仲が縮まっていくのかなっていうところで1枚もらっていきましょう。ここ、あなたのところに太陽のカードが出てきているので、深く落ち込まず暗く考えずにいてください。希望をね、持ってください。あなたの思いとか今成功させたいと思っていることは良い流れとして成功をつかみ取っていく流れになっていきますので、お相手を信じていってください。
たとえそれが世間一般的にどうこうっていう風に言われることになったとしてもね、お二人の間でバランス取れてることが一番大切だからっていう風にカードは伝えてくれています。あと気をつけるところとしては、周りとのバランス、環境っていうところですね。そこに対してあなたとお相手がどのように考えて、どう捉えて、どう判断するかっていうところがポイントとなってきます。そしてこちらのカード1枚があなたが今、好転へ向けてのねアドバイスカードとしてもらっていきます。はい、それではまずお相手からのメッセージとしてもらっていきます。日常の些細なことでも喜び合いたい。なのでこの生活であなたと関わっているんじゃないかなって、関係性があるんじゃないかなと思うんですね。どんなに小さなことでもあなたと会えた日は嬉しいって思っているし、逆にね嬉しいって思ってほしい。些細なことでも、たった一言のね会話のやり取りだったとしても、業務上の連絡だったとしても、それもね嬉しいことなんだっていう風に感じてほしい。そしてこれですね、夢の中でメッセージを伝えるよっていう風に言われているので、ぜひ夢日記などをつけて、あなたが見た夢の中にねお相手からのメッセージが入っています。お相手が出てくるかもしれないし、違う存在として夢の中に出てきて、心にストンって落ちるようなメッセージが届けられる可能性もあります。夢を見て印象深い夢を見たなっていう時は、ぜひそれを記録しておいてください。そこに何かしらのメッセージが込められている可能性があります。そしてあなたの好転メッセージですね、アドバイス、これからどうしていけばいいかな。ライダーのカードですね。いわゆるウィッシュカードって言われてるカードです。願い叶いますよっていうこと。あなたが今引き寄せたいと思っていることは、これから間もなく近いうちに叶うでしょう。そしてその成功へ向けてあなた自身もぜひ動いてみてくださいって言われています。どんな風に動くのかっていうのは、あなたの捉え方によって変わってくるので、例えば自分の環境を整えるとか、自分の体調を整えるで、自分自身お相手に話しかけていくとか、連絡先聞きに行くっていろいろあると思いますから、今あなたの中でできること、なるべく早く動いた方がいいよって、結果出てくるよっていうライダーのカードが出てきていました。あなたの方からアクションをしてみましょう。そのアクションっていうのはね、あなたの中で選んでくださいっていう風に出てきています。こちらぜひ好転アドバイスとしてお受け取りください。成功を自分からつかみに行くっていう風に。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。アクティベーション、活性化を表すカードです。あなたのエネルギーが活性化されています。近い未来に素敵な時間が訪れるでしょう。あなたを応援してくれている、支えてくれる人たちとの絆を大切にして、そしてその人たちとの間で情報を共有しましょう。その人たち以外の人には情報は出さない。外に余分に情報を出さずに、内側で情報を共有していきましょうというメッセージなんですね。ということは、あなたが内々にしておきたい情報、あまり漏らしたくないことがあるのかもしれない。お相手やあなたの中でか、もしくはあまり多くの人に全てを語らないようにしましょうっていう注意をしてくれてるカード、プラスあなたのエネルギーが今活性化されていて、近いうちに素敵な時間が訪れるっていうことも教えてきてくれてるので、楽しみにしてください。今回は年下さんとの恋の行方、お互いの今の状況、コンディションやお相手のお気持ちなどもらっていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは年下さんとの恋の行方について見ていきます。よろしくお願いします。早速カラーカードを使ってお互いの今のコンディション、エネルギーの状態もらっていきます。カラーカードプラスルノルマンカードを足して見ていきます。その後にお相手のお気持ち、あなたに対するお気持ちを見ていった後にアドバイスカードをもらっていこうと思います。よろしくお願いします。画面左側があなたです。そして右側がお相手です。
あなたの方にライラック、素敵な色ですね。お相手ブロンズ、体を強化する、強くするっていうね、強いカード入っていますね。そしてあなたの方が、ライラック、信頼を深める。あとね、ルノルマンを足して見ていきましょう。なんかここから感じるのは、お互いの絆だったりとか、仲を深めたいっていうことですね。お相手ちょっと守りが硬いなっていうのを感じますので、後でねタロットカードを合わせて見ていこうと思います。まずはあなたに1枚、あなた自身を表すカード、お相手のところにクローバーのカードが出てきていました。あなたの中で悩みとかお相手のことに対してね、これからどう仲を育んでいこう、もっと仲を深めるためにはどうしたらいいのかなっていうのを考えていますし、実際に行動に移そうってアプローチしていこうっていうふうにね思っている方もいると思います。もうすでにねすごく仲良くて毎日連絡やり取りしてますよっていう方については、あなたがすごく優雅に見えるんです。品のある方っていうふうに見えますから、お相手から見た印象として映ってるんじゃないかな。素敵な方だなって思っていると思います。恋愛対象として見ていると思いますし、おしゃれをしているんだけれども、そのあなたの良さっていうのが際立っているんじゃないんでしょうか。このお相手と会う時ですね、あなたの姿、立ち姿かもしれないし、まさにおしゃれをしてお相手に会いに行っているっていう方もいるかもしれない。こうね、その純真な優雅さっていうのが伝わってくるので、年上の方なんだけれども可愛さが残っているというか、可愛さを感じられる無垢な感じですね。だけど無垢だけじゃないんですよね。そこに上品さを感じるので、優雅で可憐な方っていうイメージで入ってきます。またあなたの方からもお相手と仲良くなりたいなっていう淡い期待だったり、どうやったら仲良くなれるかなっていうふうに考えていたり、自分から動いていこうっていうエネルギーも感じるので、すごく柔らかくて温かいエネルギーっていうのを感じます。何かあるとするんだったら自分の中の問題なんじゃないかなっていうのも感じます。お相手ともやり取り結構されてるんじゃないかなと思うんですね。お相手のところにはクローバーのカード、そしてここね、やっぱりこう守りとか体の強さイコール、今ここで感じるのは守りなんですよ。何かから身を守っているとか、守りたいっていう気持ちが強かったりとかですね。そしてそのあなたとの間に関係値があるっていうのは伝わってきます。立場があるとか、例えば先輩後輩だったりとか、年齢の壁かもしれないし、どこかしらその社会的な関係っていうのを感じます。社会的な壁ですかね。役職だったり、店員さんとお客さんだったりとか、そうですね、なんかこう社会性を気にしているところも多少あるんじゃないかなって思うんですね。特にお相手の方がみんなに平等に接していかなきゃなっていうお気持ちが強くあるのかもしれないですね。なんでしょうね、なんかそのように感じるので、例えばお相手が人気のある方かもしれないですね。例えば社内の中でも人気があって、みんながこのお相手に会いたいって思っていて、このお相手がみんなに対して平等にしていかなきゃなっていう思いもあるのかなとも思うし、あとその自分の本音をなかなか打ち明けられないっていう方かもしれない。守りが固いっていうのが入ってくるので、この心の中までねオープンにしていける間柄の人が少ないのかなっていうのも感じます。あなたとの関係性としては、毎日会えているような、日々連絡し合えているような、会おうと思ったら会えるようなところに、距離感にいるのではないかなと感じたんですね。同じ会社の中にいなくてもコミュニティの中に入ってるとか、 SNS でつながってるとかっていう方が多いんじゃないかと思います。はい、このあなたの温かさがお相手に届く時がやってくるのかどうか、お相手が今あなたに感じるお気持ちをもらっていきます。ケルト十字で展開していきます。はい、お相手から見たあなたのお気持ちです。
はい、あまり急がないでやっていきましょうというふうに入っていますね。そのお相手の中で、そうですね、その中にはやっぱりこう仕事付き合いとかコミュニティの中にいるとか、同じチームメイト、チームワークっていうところを大切に考えていますっていうのは出てきているんですけど、実際にあなたのことを好意的に思っていると思うんですね。カップの2番と女帝のカードが入ってきています。ただね、そのやっぱり関係性なのかな、なんかこう社会的な立場だったりとか、すぐに恋愛関係になれないんじゃないかってお相手の中で感じてるものがあります。団体、コミュニティ、社内とかありませんか？お二人の関係性として。なんかここのね、このチームワークというか、この団体の中だけでこう仲良くなればいいのか、本当に恋人同士として関係性を築いていくのかっていうところで、ここがねポイントになっているんじゃないかな。つまりは簡単に言ってしまえば、会社の中の一人としてみんなと同じようにあなたと接していくのか、一人の異性としてまた恋人としてあなたとの愛情を育んでいくのか、どっちかなっていうのが今のお相手考えてるんじゃないかなと思います。そしてあなたと恋愛関係を育んでいくとするんだったら、正式な交際をするとするんだったら、かなり覚悟が必要になるだろうし、自分の中でも長い目で見て物事を取り組んでいきたいっていうふうに考えてるし、あと周りの人にも納得してもらいたいっていうのも感じている。今の関係値だと、本当のところで言えばこの人の中では悩んでるというよりは、今の関係値より超えていきたいんですよね。結びつき、パートナーシップを結んでいきたいっていうところがあるんです。だけどこの意識的に考えているところは、つなり人のカードで、今の現状を維持するしかないのかなって納得している部分もあるんですね。なんでそうなのかって言ったら、先ほどもお伝えしたように悩んでいるからっていうのもあるんですね。その今の関係値のままでいるのか、はっきりと正式に交際するのか、どうするかっていうのを悩んでるっていうのと、あとね、そうですね、どうしてもこのチーム、グループ、この中からはみ出していけるかいけないかっていうところで考えてる。焦らずにゆっくり取り組んでいこう。そしてここの2人の今の関係性のこの中ね、この世界の中の関係性も大事にしたいし、2人だけの時間も大事にしたいから、欲を言えば両方取っていきたいっていうのがお相手の素直なお気持ち。ただあなたが離れてしまったら、それはそれですごくひどくがっかりするし、失望してしまうと思うからね、この人のじゃあ本音ってところを見ていくと、やっぱりあなたとつながっていきたい、あなたを愛していきたいっていうお気持ちが強いんじゃないかなと思うんですね。できれば末永く一緒にパートナーシップをね結んでいきたいし、あなたを好きだっていう風に伝えたいっていうのが入ってきています。問題は伝えるかどうか、その正式な交際をするかしないかっていうところなんですね。あなたを好きになるならないとかではなくて、この関係性を発展させていくかどうか、しっかりしたものにしていくかどうかっていうところで、まだ今は悩んでいたり、今の現状を耐え忍んでいるよっていうところがある。満足いってない、今の関係には満足してないんだけど、こうするしかないのかなってどこかで妥協していたりとかするところもあるんじゃないかなと思うんですね。なるべく急がないで、あなたの方でも何か焦っていませんか？何かを焦っているようにも感じるし、物事が急速に変わっていく。ワンドの8のカードが出ているので、あなたの環境が変わっていく可能性、変わってる可能性、急激に周りの環境が変わったとか、引っ越した、転職になった、お相手と離れることになったとか、何かがあったのかもしれないですね。逆に同じチームの中に入ってぐっと距離が縮まったっていう方もいるかもしれないですね。余計一緒に会う機会が多くなったとか、それで意識しちゃう機会が多くてっていう方もいるかもしれないですね。なので今ね、例えで言ってるので、同じ社内の中での2人の関係性を維持するのか、2人の恋愛関係を育んでいくのかっていうところ、どっちかっていう、どっちも見ていかなきゃいけないんじゃないかっていうのが出てきてますね。じゃあお相手は最終的にどっちを
取っていくのかって言ったらどっちも取りたいっていうのが正直なところ。あなたと恋愛関係を育んでいきたい気持ちもあるし、この心のつながりね、パートナーシップっていうのを感じる瞬間この先出てくるので、お相手の方からアプローチや動きっていうのがあるんじゃないかな。今こう動かないようにしてるよって頭の中で思っていても、そうですね、こう2人で物事を作り上げたい気持ちとかがあるので、それはこの公の関係性かもしれない。職場としての関係性も維持しながら心のつながりを求めているところがあるっていうのが出てるかな。それを形にするかどうか、つまり正式に交際を申し込むかどうかっていうことで今悩んでいるとか、自分がどう動けばいいのか、どう立ち回ればいいのかっていうので考えているところはあるかなと思います。お相手がね、これからどう動いてくるのか、1枚だけね深掘りしましょう。うまく愛情表現していけるかどうかっていうのがポイントなんですけど、これから先のお相手の動きがスターのカードです。希望を表すカードなのですね。逆かもしれないなと思いました。お相手がみんなからモテるんじゃなくて、あなたがみんなから慕われていてっていう可能性もあるなと思いました。お相手目線で言えば、あなたが高嶺の花で周りの社員からモテていて、そして自分もその中の一人だっていうふうに思っていて、そこで踏みとどまっているっていう可能性もあるし、でもあなたと恋愛関係になりたい、愛情表現していきたいっていうところでね、今揺らいでいるっていう可能性もありますね。また距離が離れてしまったとか、実際今現在距離がある、離れているよとか、 SNS でつながっているんだけどすぐに会えるかって言ったらすぐに会えない、海外にいるとか遠距離っていうのも入ってきます。なのでどんな風に恋愛関係にしていくかどうかっていうのを考えてるし、恋愛関係になったらそれこそ結婚を意識していたりとか、末永く一緒にいたいっていうのがあるから、そこはお相手の中で考えてるかな。真剣に考えてくださっているから、決してあなたのことが嫌だから動きたくないとか、そういうことではないですね。いろんなことを考えていると思います。2人の今の関係値だったり、あとはあなたの環境だったりとか、自分のお気持ちや今意識していることだったりとか、いろんなことを考えているんだけど、ちゃんとここあなたのことを思っていますよっていうのは出てきているんですね。なので少し様子見でもいいのかなっていう感じもするんです。うまくやっていけたら一番いいなって、両立させていきたいっていうのがお相手の望みとして入ってるので、どちらかのバランスが崩れるのは嫌だなっていうふうに思ってるんですね。それはどちらかの生活がっていうこともそうかもしれないし、会社の中の関係性、このチームの中の関係性が崩れるのは嫌だし、でも恋愛関係には持っていきたいしっていうとこ、どっちも両立させたいなっていうのがお相手のお気持ち、期待として入ってきてるので、それがうまく成立するんだったら両方やっていきたいっていうのがありますね。お相手からのメッセージもらっていきましょう。で、これから先どんな風に動いてくるのかって言ったら、はっきりと動いてくるかどうか、例えばデートの申し込みするとか、好きですって告白するのかって言ったらそうではないかもしれない。だけど遠くからあなたに愛を届けたいって、遠くからでもね届けているよっていうのが伝わってくるし、それは本当に誠実な思いだから、心からの愛情だから、それを受け取ってほしいなって、小さなサインかもしれないんですよね。大きなサインではないかもしれないけど、この小さなサインを見逃さないでっていう風に感じます。そしてお相手からのメッセージの他に、あなたに向けて好転アドバイスです。じゃあ私ってお相手に対してどういうことをしていけばいいのかなっていうことで、具体的にアドバイス1枚もらっていきましょう。はい、こちらですね。ではお相手からのメッセージです。これね、夢に関わるメッセージが2枚とも入ってきています。夢の中にあなたの質問した答えが眠ってるでしょう。そしてあえてね、夢をたくさん見ましょうっていう風にお相手からのメッセージで入ってくるんですね。メッセージ伝えたいことあると思うんですけど、ニュアンスとして何かを伝えてくると思います。ここね、夢を挟んで伝えるよってことがね来てるので、
直接物をストレートに言い合えるような環境とか関係性じゃないのかもしれないですね。夢で答えるよとか、夢の中で質問してとかね、何かワンクッション挟むっていうことを言ってるんですね。夢見ようって。あと希望を持っていこうっていうのもそうだし、そうですね、お二人の中で例えばあなたが今感じている障害がもしあるとするんだったら、ここですね、何かぼやかしているような感じがするんですよ。はっきりとね、面と向かって何か言い合うようなことじゃなくて、何かを挟んで伝わってくるとか、小さなサインを表してくる。だから同じ仕事を社内にいたとしても、視線は送るんだけど、はっきりと好きです、付き合ってくださいっていうところまではいかないのかもしれないし、なんかね、メールを挟んで文章で伝えてくるとか、それとなくね、二人きりになれるようなシチュエーションを作ってきたりとか、少し遠回しにしてくるかなっていう風にお相手のメッセージで入ってきます。ただ安心してほしいって、あなたが健やかにこの世に眠っていて、あなたのサポートをしたいっていう気持ちがあって、でも直接はっきりと言うと何か弊害があるんじゃないかっていうのも伝わってくるんです。だからあえて柔らかく伝えたりとか、遠回しにアプローチしたりとかするよっていう風に伝わってくるんですね。そしてあなたが今疑問に思っていることとかに関しても、それとなくね、遠回しに答えが返ってくるっていう風に言われています。夢の中のメッセージというよりは遠回しでっていう風に入ってきます。何かの信号とかサインとかですね、お相手からの表情かもしれないし、ね、その表情から読み取ること、仕草から読み取ることかもしれない。直接言葉で話し合って面と向かって呼び出してとかじゃなくて、メールだったりね、写真だったり、何かワンクッション挟んであなたを支えていきたいとか、近くにいたいとかね、好きですっていうようなことを遠回しに伝えてくるっていうのがお相手からのメッセージです。そしてそれは決してあなたを不安にさせるものじゃなくて、安心させるようなメッセージだと思います。ぜひそれを受け取ってねっていうこと。そしてここね、2つとも夢のカードが出てきているので、眠りですね。眠り今どうかな、寝不足ですとか、なかなか落ち着いて眠れないんですっていう方は、お相手のことを考えて眠りについてねっていうこと。距離感が近ければ、できればね、そのお相手の写真だったりメールだったり、できればね、動画とかね、お相手の声が入ってるといいですよね。それを聞きながら安心して眠れるようにっていう風にお相手からのメッセージで伝わってきます。はい、そして好転アドバイスですね。ネズミのカードです。焦らないことです。何かに不安になっていたり焦っていたり、だんだんとその不安が大きくなるんじゃないかなっていう風に、今の現状、あなたの心持ち、そうですね、あまり良くないのかもしれません。ネズミのカードはストレスを表しています。ストレス解消させることをまず一番にしましょう。自分の癒しとなるようなことをね、しましょう。生活改善の見直しかもしれないし、あなたの不安の原因となるようなものを取り除いていくことをまずやってください。それがお相手との仲をもっと近づいていくための第一歩となるでしょう。それね、お相手の方からもね、伝わってくるんです。このメッセージとして、なんか遠くからしかサポートできないんだけど、今はねできないんだけど、でもそれでもこの力をね、エネルギーを受け取ってほしいっていうお相手のメッセージ。この小さなね、妖精がお相手のエネルギーなんですよね。あなたが眠っている時でも小さなエネルギーを送り続けているから、それで癒されてほしいとか、それであなたの不安が消えるんだったらとか、今自分はこの距離からしかね届けることができないんだけど、ささやかなものかもしれないけど、それを受け取ってほしいとかね、そういうメッセージが伝わってきます。はい、そしてではこちらのお選びいただいたカードですね。一番最初に出したこのライラックのカードっていうのも、信頼を深めるっていうメッセージもありますし、あとプラスね、あなた自身を表す淑女のカードが出ているので、自分の魅力に自信がないとか、どうやってアピールしたらいいかわからないっていう方は、自分の魅力に自信を持ってください。そのままのあなたで十分魅力的だから、何かを加える必要はなくて、逆にストレスをね引いていく引き算をした方がいいと思う。魅力については十分あるから焦らなくても大丈夫っていうことね。そして自分自身を信じてあげてください。そしてお相手のこともね、離れていても信じていきましょう。
はい、ではこちらですね。スタビリティのカードからです。これはとても大事なメッセージが込められています。大切な人とパートナーシップを結ぶのに今最適な時です。あなたの人生の安定を確保するために、関係性やあなた自身の持ち物、そして環境を整えましょう。古い傷を癒し、愛する人との関係を深めていきましょう。行動する前によく考えて、焦らずに行動に移していきましょう。パッと行動するのではなくて、まずは一旦落ち着いて考えてくださいっていうね、こちらのスタビリティのカードでした。今パートナーシップを結ぶのに最適な時、そしてそのメッセージとともにカップの2番っていうのは心のつながりや恋愛的なパートナーシップを結ぶっていう意味のあるカードです。間もなくこの瞬間がやってくるかどうかっていうところですね。それに向けて自分自身の安全を確保しましょう。そのために今不要になったものを手放してくださいねっていうこちらのお選びいただいたカードと、あとお相手の中でも今分岐点と言いますか、ストレートにパートナーシップを結びたいっていうのか、遠回しに伝えてくるのか、こうね、両立のカードも入ってるので、守りたいものとあなたとの発展させていきたいことと同時にあると思うんですね。それらをお互い共有していける関係性にこれからなっていくと思います。はい、ぜひこのメッセージをお受け取りください。今回は年下さんとの恋の行方について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは年下さんとの恋の行方について見ていきます。よろしくお願いします。では最初にカラーカードから今のお互いのコンディション、エネルギーというのをもらっていきます。こちらのカラーカードにルノルマンカードを足してみていきます。この後にお相手のあなたに対するお気持ちを見ていってアドバイスをもらっていこうと思います。よろしくお願いします。画面左側があなた、右側がお相手です。まずはあなたから1枚、お相手1枚もらっていきます。はい、マゼンタとオバーンですね。でプラスルノルマンカードをもらっていきましょう。お相手ね、グラウンディングするあなたの方が英知とつながる、深くねつながっていくマゼンタカラーですね。お相手ちょっと心配ですねというふうに今感じました。はい、どうでしょう、見ていきましょう。ルノルマンカードはお互い良いカードが出てきています。お相手、そうですね、こうパートナーシップというか信頼しているパートナーとかね、信頼を表す犬のカードが出てきていて、かつおバーンですね、地盤を固めたいとか基礎を深めていきたい、根を生やしていきたいとかっていうのもありますし、お互いが深くつながっていきたいっていう思いがあるのかな。ちょっと待ってくださいね。あなたの方がそうですね、お相手とこれからどう仲良くなっていこうかっていうね、これ解決とか解決策を表す鍵のカードなので、何かこうヒントが今見つかったところだとか、自分の中で整理ついたとかね、どのように仲良くなろうとかお付き合いしていこうかっていう目標がしっかり定まったとかっていうところもあるかな。今仲良くなり始めましたっていう方もいるかも。そしてかなりここ親密な感じがするので、仲良し、友達以上とか、よく会ってるとか連絡取り合ってるようにも感じます。よく顔を見かけるとかね、姿見かけるとかっていう関係性ですね。あなたは毎日お相手を思っているし、お相手もあなたに対して信頼を寄せているところがある。関係値としては良好な関係値ですけど、少しだけね、このおばあんのカードが気になるんですよね。何かね、サインを送られてるように感じるんです。何かお互いそうですね、深くつながりたいっていうところが共通してるんですね。だとしたらもっと仲良くなりたいっていう気持ちがお互い芽生えていたり、
今以上にね深いつながりを求めているっていうのがそれぞれ出てきているんですけど、少しだけ気になりますね。今このカードを見ていると、決して悪いカードではないんですけど、なんか伝わってくるのが何か抱えているような気がします。例えば今お付き合いしているんだけれども、もう一度根本的に見直そうかとか、決して嫌いだからとかじゃなくて、なんか見直しかけようかとかね、喧嘩しちゃって仲直りして、じゃあどういう風にこれから2人でやっていこうかっていうのを話し合っていたりとか、何かが、引っかかるなっていうのが今正直に伝わってくるところです。で、共通の問題がもしあったとして、あなたの方がそれに向かって解決するとかしたいっていう気持ちが出てきているとか、もう少しねお相手の今あなたに対するお気持ち見ていきましょう。はい、こちらで見ていきます。そうですね、安心してください。大丈夫です。私が何か引っかかるって言ったんですけど、それもね後で深掘りして見ていくんですけど、ようやくね掴み取った関係性とかっていうのが入ってくるので、だからやっぱり仲直りしたとかねっていう方もいるだろうし、何かの逆境を乗り越えてきて分かち合ってきた2人なんだっていうのも入ってくるんですね。お相手から見たらあなたは癒しの存在だから、あなたと一緒にいると落ち着くとか安心するっていうのも入ってくる。結婚も視野に入れてるんじゃないかなっていうのがね入ってきてるので、お付き合いされている方もいらっしゃると思いますし、あなたと交際したらもう結婚っていうところを考えているお相手なんじゃないかなとも思います。そうですね、もう何かね逆境を乗り越えてきたよっていうのが入ってはきてるし、あなたを守りたいっていうのも入ってくるんだけど、調和っていうのがすごく強く伝わってくるんですね。一緒にいる時間大事にしたいし、一緒にいる間は仲良く過ごしたいし、穏やかで平和な時間っていうのを求めているっていうのが出てきています。これからもコミュニケーションを重ねていきたい、ときめきたいっていう恋人のカードも入ってますから、決してお相手があなたから離れていくっていうことはない。ただ今考えていることがワンドの9番なんですよね。それはいろいろ準備しているっていう風に読むといいのかもしれないし、何かあってもすぐ対応できるようにしようっていう風に思っているかもしれないですね。または何かを警戒しているっていう風に読むかもしれません。お相手の中ではあなたと積極的にねつながっていきたい気持ちっていうのはありますよ。あるし、あなたを守って新しいところへ行きたいっていうのがあるから、今までの関係性よりより良い関係性になりたいっていうことが出てるんです。だから喧嘩してるんだったら仲直りしてより良い関係性だし、交際してるんだったら例えば同棲や結婚に向けてより良い流れを作り出していきたいっていうお気持ちですし、だけどねいろいろそのためには準備しなきゃいけないものがあるなっていうふうに読んでいるんですね、頭の中で。そしてかなりワンドのカードが多いので、自分の中の今モチベーションが高まっているような状態です。このワンドのカードそれぞれ見ていても7番6番9番4番8番っていう風に出てきていて、このワンドの中でもかなり活発的に動きのあるカードの方が多いから、どちらかというと自分のモチベーションが高まっている状態なんじゃないかなと思うんですね。片思いの関係性だったらもう交際っていうところに向けて今自分の気持ちが高ぶっているところです。そして注意深く動いていこうっていう風に、落ち着いてね、勢いだけで交際っていうところに行くのではなくて、計画立てていこうっていう風に頭の中では思ってるんですけど、勢いで交際っていうところに告白っていうところになるんじゃないかっていうのも薄々自分の中で自覚されているようなところ、落ち着かなきゃとか、そうですね、あなたに安心してもらえるようにしていかなきゃとか、深い愛情をあなたに注いでいきたいって、頼られたいっていう風に思ってるんだけどなので周りのことを考えたりとか、あなたのことを考えたりしながら、未来のことを見据えたりしながら、このモチベーションを保ちながらね、いい感じになっていきたいなっていうのはあります。チャンスが訪れたらものにしたいっていうのがある、掴み取っていきたいっていうのがあるから、この人からあなたの動きを待ってるんじゃなくて、自分から動いていきたいっていう気持ちが高いです。はい、
そしてポイントとなるのがこのデビルのカードですね。これそうだな、魅惑的とか誘惑とかも表しているカード。そしてこれね、読むとするんだったらこのポイントとなるところにお相手の動きですね。先ほどもお伝えした通り、自分の勢いでこうチャンスをものにしたいっていう気持ちでね、早走りしていく可能性がある。それが良しとするのであればいいんですけど、それで何かねこう障害が出てくるのであれば、ゆっくり時間かけることっていうのがアドバイスで出てきてるんですね。物事がこれから急激に変わっていく可能性があるからこそね、だからこそこの揉まれる環境の中で自分たちの落ち着く時間をしっかりとゲットすることだったりとか、しっかり手を取り合ってこれからやっていく気持ちを共有することだったり、この2人ともね深くつながるっていうカードが出てるから、木の根のように根付かせることだったりとかね、愛情をしっかりと育んでいくってところに意識を向ける。いつも会えないとかかもしれないんですよね。目まぐるしく環境が変わっていく中で、いかに自分たちの関係性を育んでいけるのかっていうのがテーマなんじゃないかなと思うんです。もう少し深掘りしてみていきましょう。ノルマンカードでお相手のところを深掘りしていきます。まずこのお相手のこれからの動きとして、環境の変化っていうのがワンドの8で入ってきているので、何がどんな風に変わるのか深掘りです。あなたに対しての動きかもしれないし、環境かもしれないですね。カマのカードが入っています。はっきりと物事が変化するでしょう。中にはお相手の方から告げられることもあるかもしれません。それは信頼関係に関わることです。あと守りたいっていう気持ちかな。よりのカード、調和、仲直り、絆、純粋な思い入ってきますね。環境が変わりますね。まずお相手の動きとして、2人の関係性っていうのが同じ社内とかっていうよりは、日々会うような関係性、連絡取り合うような関係性だと思うんですね。もちろん中には同じ職場だよとか、チームが一緒だよとか、コミュニティに属してるよっていう方もいらっしゃると思うんですね。毎日やり取りしているということはね、そんな中だと思うんですけど、何かしらこのお相手の変化、環境がはっきりと変わってくる。あなたに対する思いはね変わらないと思いますね。ラバーズのカードとかカップのキングが出ているので、愛情っていうところはね変わらずいられるんですけど、環境が変わるので落ち着いた時間を持てなくなるとか、今以上にね持ちづらくなるからこそ、一緒にいる時間大事にしたいなって思ったりとか、ここが強いですね。移動変化、あなたとの仲が変わっていく、良い意味で変化していくっていうことを表しているかもしれないし、チャンスが訪れると、2人の間が接近するチャンスがねこれから訪れるので、それをものにしたいってことを多分言ってると思うんだけど、それ以外のところで言えば、この人の環境が変わる可能性がある。いきなり転勤になったりとか、移動しなきゃいけなくなる、ちょっと出張に行っちゃうとかね、その間ちょっと会えなくなるっていうのもちょっとだけあるかなと思いますね。デビルの深掘りも後でしていきます。だけど変わらずにね2人の絆を育んでいきたいってところですね。絆強固なものにしていきたいっていうのがあるから、何があっても大丈夫だよねっていう確信が欲しいのかなと思います。何があってもおかえりって言ってほしい、ただいまって言える、そんな関係でいたいとか、その関係ですね。お相手が帰ってきてあなたが迎え入れてくれるような関係性っていうのを今お相手が求めていたり実感していると思うので、あとは悪魔の深掘りですね。はい、魚のカードです。あと、タロットも1枚出してみていきます。環境の変化によってあまり自由に動けなくなるのかもしれない。
もう一枚出しましょう。ワンドのエースです。ワンドが多いですね。そうですね、お相手のお気持ち、その高ぶるお気持ちっていうところ、うまくコントロールできないよっていうのがポイントとして入ってきますね。それがいい意味で働いていけばすごくプラスなことになっていくと思います。勢いづいてあなたと交際とか、中にはその体の関係っていうのも入ってくるかもしれないですね。でそしてあなたがそれを受け入れてくれるのであればっていうのが入ってきます。体の関係性だけじゃなくて、このお相手の勢いにあなたがそれを受け入れてくれるんだったら甘えたいとか、受け入れてもらえるんだったら自分の気持ちを伝えていきたいとか、思う通りにね、自分の心の思う通りに物事が動いていけばいいな、動かしたいな、あなたの包容力っていうのをすごく感じているので、何があってもあなたは守ってくれる、自分のことを応援してくれるんじゃないか、支えてくれるんじゃないかっていうようなお気持ちもあるし、この人自身が高い目標に向かって今頑張ってるよっていうのも伝わってくるんですね。あとは再生回復っていうのも考えられるので、今の状況から盛り返すよとか、現状ですね、現状を打破するよ、回復、体調回復や2人の関係性の修復かもしれません。それに向かってものすごい勢いで今動いているんですね。あと環境的にも動きがあります。意識していなくても周りの変化っていうのがあるから、それを対応していきながらもあなたに対しても勢いよく飛び込んでいきたいっていうところがあります。それをあなたが受け入れてくれるのであれば、もう自ら飛んでいきますよっていうのがお相手のお気持ち。今は頭の中で考えているところはある、計画を練っていたりとか準備しているところがあるんだけど、もういざもう用意ドンってなった時にあなたをめがけて駆け込んでいきたいっていうのが本音なんじゃないかなと思います。ではお相手があなたに伝えたいメッセージをまずもらっていって、好転アドバイスももらっていきましょう。これからはっきりとすることが出てくるでしょう。まず言えるのは環境の変化、もしくは2人にとっての急展開を表すことですね。お相手はそれに乗っていきたいと思ってるし、もし環境の変化としてね、2人の周りのことで何かあったとしても、それを乗り切るようなお気持ちっていうのがあるので、あなたもね、同様にお相手に寄り添っていきたいとかっていうお気持ちだと思うんですよ。何かがあったとしても2人で乗り越えていきたいとか、たとえね、なかなか会えないようなことになったとしても、会える時間大切にしたいっていう気持ちが伝わってくるので、本当に2人とも深くつながっていきたい。で、何か環境の変化があるとするんだったら、このお相手側だと思います。ガラッと何かが変わるようなことがあるとかだと思うので、でもそれがあったとしてもね、お相手の純粋なお気持ち、あなたに近づいていきたいとか、仲良くなりたい、深くつながっていきたい、つながりたい、肉体的にもそうだと思う。それが叶っていくような近未来なんじゃないかなと思いました。そしてお相手からのメッセージをもらって、他にあなたへの好転アドバイスとしてルノルマン1枚出していきます。じゃあ私今どういうことすればいいのかなっていうことでもらっていきます。まずお相手からのメッセージとしては、何があっても慌てないで、押さないで、この流れを無理に押して勢いづけないで、この流れのままでいさせて、そしてたっぷりと時間かけて焦らず育んでいこうっていうのがお相手からのメッセージです。でもね、ここね、ワンドの8が出てるから、何かが劇的に変わるとか急展開を迎える可能性が近未来訪れると思います。そんなことがあったとしても、あと2人の間が急激にぐっと縮まるようなことがあったとしても、落ち着いてゆっくり時間かけて焦らないでっていうふうにお相手からのメッセージで入ってくるんですね。何かが目まぐるしく変わったとしても、あと自由が利かなくなったとしても、待って待ってって押さないで、この勢いをより一層勢いづけないように2人のペースを保っていこうとか、あと2人は2人のね、時間をゆっくりと過
過ごしていこう、周りがどんなに目まぐるしく動いても2人の時間はゆっくりとしたペースで過ごしていきたいなっていうのがお相手からのメッセージ。勢いづくような何かがあるのかもしれないですね、この人の方で。あまり押さないで今の流れを大切にしたいんだ。お相手の方がね、勢いがあるんです。そうだな、このお相手の勢いを止めないでっていうこともあるかもしれないですね。環境が変わることによって2人の間で距離が遠くなってしまうのであれば、その環境に振り回されず2人だけの時間を確保しようっていうことだし、あとお相手がかなり勢いのあるカードがたくさん出ているので、自分の情熱のままに動いてくる、あなたにアプローチする可能性が高くて、それを受け入れてくれるんだったら、その流れを止めずに2人の時間を楽しみたいってことも伝えてきてくれてると思います。ではあなたへの好転メッセージです。まずマーケティングのカード、そしてこちらのカードですね、木のカードですね。信頼関係を表すカードです。純粋なお相手のお気持ちっていうのがここ揃ってきてると思うので、まずそれを受け取ってください。私たちって曖昧な関係なのかなとかっていうふうに思っている方は、お相手のことをしっかりと調査すること、マーケティングすること、いろんな人からお相手のことを話聞いてもいいし、客観的にね意見もらってもいいし、またはこれね市場調査をするっていうカードなので、いろんなところからね SNS 見てみたりとかして、お相手どういう風にどんな人脈持ってるんだろうとか、普段からどんな風に過ごされているんだろうっていうのを調べてもいいよっていうカードと、そして信頼を表す木のカードだから、自分たちの信頼関係、そして木というとこちらのお相手の一番最初に出てきたこちらのおばあんのカードですね。これも木を表しているので、ここねお相手を信頼するかっていうところもこれから鍵になってくるんじゃないかなと思うんですね。で、信頼していいかどうかっていうのはもちろんあなた基準なんだけれども、その材料を集めることをしてもいいねっていうのが入っています。マーケティング、市場調査する、それでお相手がいつもどんな風に過ごされているのかなっていうのを見てもいいし、ただしねあんまり押さないでっていうお相手のメッセージもあるから、知られないように影で動いて調べてみてもいいかもしれないですね。お相手のことを深く知るっていう風に感じていただけるといいのかな、と思いました。そこで何かチェックして自分の中の判断材料にしてもいいと思います。そしてお選びいただいたこちらのカードです。ピース、平和ですね。表面で何かが起こっていたとしても、物事は調和へと向かっていることを知ってください。深呼吸をして自然の流れを感じましょう。風の音、川の流れ、空の青さ、自然を感じましょう。真の平和というのは心の強さであり、そこには情熱や活力も含まれています。そしてその情熱や活力も目に見えていないんですが、心の中で満ち足りている状態です。今あなたの中で平和、心の強さというのを感じてくださいというメッセージでした。ぜひこちらのカードもメッセージをお受け取りください。今回は年下さんとの恋の行方について見ています。この後ねお相手の動き、流れが大きく、そして急展開になっていく可能性があるので、その中でどのようにお相手を支えていくのかとか、お相手との関係性が変わった後に自分がどうお相手のことを見ていくのかっていう何かの参考になれば幸いです。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。年下さんとの恋の行方について見ていきました。お相手が今あなたに対するお気持ちと、これからどんな動きを見せてくれるのかなっていうところも見ていきました。はい、そして今回は共通メッセージでもらっていきます。共通になってしまうんですが、ラッキーカラーをもらっていきます。そしてメッセージもルノルマンカードからもらっていきます。ラッキーカラーをもらっていきましょう。はい、ま
まずこちらのカードから1枚ラッキーカラーをもらっていって、ルノルマンからも好転メッセージもらっていきます。はい、こちらからもらっていきましょう。まずラッキーカラーです。ローズ色です。ラッキーナンバー6番です。理想的な関係を引き寄せる。ぜひバラを手に取るとかローズカラーを取り入れてみてください。とても上品な色ですね。そして色気も感じます。そしてこちらですね、好転メッセージツリー木のカードです。信頼関係やあなたの純粋なお気持ちを大切に育んでいってください。お相手と今仲が深まっていくタイミングでしょう。ここ共通で言えるんですが、そうですね、お相手との信頼関係を育んでいく時です。あなたのまっすぐな思いがお相手との距離を縮めていくでしょう。そしてこちらのカラーカードのガイドブックからローズについての、一文を抜粋したいと思います。ローズです。理想的な関係を引き寄せる。ローズはロマンスと深い愛の色です。ハートを開き、人生に健やかな人間関係をもたらしてくれます。もしあなたが低い自己評価や孤独感、悲しみを抱えているとしたら、それらを和らげる手助けをしてくれるでしょう。また、この色には不安やストレスを解放する効能もあります。ローズの色は人生に愛を引き寄せるサポートをしてくれます。今日はローズ色の上着やシャツ、帽子を身につけて、ローズ色の光に意識を集中し、遊び心を持って楽しむことを自分に許しましょう。同じピンク系でも様々なトーンがありますが、特にローズ色はハートを目覚めさせ、他人に対して心を開くのを助けてくれます。はい、ぜひね、このローズカラーを取り入れてください。ラッキーカラーですね。では今回のリーディングは以上となります。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。